さんこんにちは、漫画家の新本慎です。エスクです。よろしくお願いします。ということで今日はですね、久々お絵描きチャレンジやっていきたいと思います。ということでこちらにある色鉛筆、120色入ってるんだけども、この120色の色鉛筆、すべてを使ってプロエスト初心者で絵を描いたら一体どんな絵ができるのか企画してみようという企画です。120色も使わなきゃいけない。これ下にもあるのよ。この下にもほら、3段になってて、実際はこれ3段分あるので、これ今から全部使った上で絵を描きます。はあ、こりゃ大変だ。全部使ってね、必ず。しかも今回どれ使って使ってないかが分かんなくならないように、もう端から、お互いこう端からスタートしてって、こう順番に使っていこうと思うので、色を使う順番は選べません。そういうことね。そういうこと。なので、順番は選べないから、で、一発書きなのよ、企画としては。じゃあどんな絵ができるかマジで。自分たちですらも分からない。書きながらもはや考えていく感じ。やばしやな。やばしだよ、本当に。ということで、久々ちょっとこんなハードな絵描き企画やっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあ早速絵描いていきたいと思うんですけども、色鉛筆全部今ここに並べようとしたら乗んなかったので、まずは1段目使っていこう。私こっちから始めるから、すぐこっちから始めて。こっちから始める。で、最後まで使い終わったら次の段だけど、まあちょっとお互い終わるのがタイミング違ったら待ってて。多分俺の方が絶対早いよね。じゃあ早速絵描いていきましょう。いや、じゃあ行くわ。とりあえずじゃあ俺こっから使えばいいね。いいよ。私はじゃあこっからだ。まあでも配分がむずいよな。全部使うんだからさ、一気にさ、そうだよね。一本で描きすぎてもっていうところだよ。しかも塗っちゃってもってことだもんね。そうで、待って、どんな絵描くか改めて、ちょっと一回ちょっと脳内で考えたい。いや、もうとりあえず一色目これぐらいで終わらせようかな、私。もう終わり？もうだって、あんまり一色で線描いちゃったら残り大変だから。そうだよね。線ごとにちょっとずつ色変えていきたいからいい？もうどんどんいくよ、次に。よし、この色をここに持ってきたかったのよ、私は。やっぱそういうのも考えてる。先の色見て、計算してる、ちょっと。マジかよ。そんなことしてたのか。俺も、次来た色って決めて何描こうかなってなってる。ペン変えるペース早すぎんのかなとか思いながら、でもどこででもさ、ペースストップもできるっちゃできるじゃない。ペースダウンって言えばいい。まださ、すげえいっぱい使えるからね。だからまあ、ちょっとここら辺で、ある程度この段あたりで、ある程度線を終わらしておこうかなっていうイメージ。やっぱ私はエスクみたいに塗りながら描くってできないよ。やっぱ線が先にあって、その後色を塗るっていう、やっぱ漫画家の思考。漫画家ってやっぱ線がありきの仕事してる気がするんだよね。だからなんかその線が先にないとなんか私できないんだよね。そういうことか。エース君何書いてる待って、何書いてるの本当に何書いてんのこれえい魚のそう。えいってさ、こんな形じゃなかったっけそんな形じゃないと思う。マジでやば。最悪だ。その下にいるのは何？ゴリラ。ゴリラ？なんでそんなゴリラの頭からなんかお団子結びのツインテールみたいな。じゃこういう風にしてんだよ。手が出てるってこと？そう。むずいや、やっぱ理解されなかったか。こりゃ参った。むずいや、俺さ、今回動物をいっぱい描いてカラフルにしようっていう作戦なんだけど。なるほど。何の動物を描きたいかって見ちゃうと、多分、それに似せようとしちゃうじゃん、自分が。だから、資料なしで、それを俺の想像で描いてあげてどうなるのかっていうところに達した結果、エイがこうなった俺の頭の中では。謎の生き物だし、なんでゴリラの上にいるのかもわかんないし。あれ私この段終わっちゃった。ちょっと待っててよ。いいよ。よし、いいよ。オッケー、じゃあ2段目に移りたいと思います。いや待って、2段目で、まだ俺こんだけしかかけてないってことは、かなりまだ俺使うぞ。じゃあ2段目こちらです。じゃあこっち、エスクそっちからこれこっちからね。行きます。ここやばくないなんか真っ黒ゾーンだぞ、ここ。なあ、やだな、そこ私。どうしようかな。真っ黒ゾーン来てるよ。あんまり私もそんな先のこと考えず書いちゃってんだよな。見て、俺のライオンほら。ちょっといけてない？
どれ？俺。あ、ちょっと可愛い。ちっちゃでも。確かに。ライオンにしてはちっちゃいな。うん。めっちゃいい絵描けてんじゃん。私、でもさ、もうだんだんさ、もう色が尽きてきて、私この後来るその黒ライン、黒ゾーンもさ、黒ゾーンやばいよ。今どう乗り切っていいか分かんないよ。テンパってんだよね、黒ゾーンマジやばいから。ここのエリア黒。よし、俺終了。マジちょっと待って。できた。そこのエリアやばいよね。黒すぎてもう線描く以外の道がねえよ。黒エリアなんだよ。俺それライオンで乗り切った。俺でライオンゾーンで乗り切った。そういうこと?OK! 2段目終了です。ということで、最後の3段目いきたいと思います。だいぶもうさ、これ完成形に近くない？いや、そうね。だいぶ完成形に近づいてきたし、もうだんだんやることがなくなってきちゃって。いや、俺まだいっぱいあるから、いいこと。まだやること盛りだくさんよ。いや、なんかね、いい色が最初の方に多かったのよ。あ、俺1本ないやつ来た。しかも最後の方になると、どんどん色がくすんでくのなんで。ちょっとさ、これのシリーズはさ、緑っぽいのもいいね、またこれね。紫とか。いや、でもやばいな、私。どうしよう、これ。よく見て考えて。じゃあ行こう。はい。最後。はい、行きます。ちなみに一番最後これだからね。あなた一番最後これ。わかった。ジェス君これだよ、最後。俺も何でも大丈夫だったね、これ別に。確かに。じゃあ、まずはですね、私が119色使って描いた絵はこちらになっております。はい、こんな感じになっております。すげえ。いや、難かったよ。もう途中でわけわかんなくなっちゃって、もうとりあえずある色を消費するという。いや、でもうまくさ、背景もこうごまかしたね、その最後のまあ、とりあえず、私的にはカラフルな冬っていうテーマにしたかったの。冬だけど、カラフルな雪が降ってるみたいなイメージにしたかったんだけど、もう完全に2段目あたりで終わってて、私の中のやりたいことが。2段目ぐらいでさ、結構さ、もう後半がさ、そうくすんだ色多かった。そうなのよ。で、本当は S 君とかサイトを書くつもりなかったけど、もう書かないと色の消費ができないっていう感じで。サイトの場合紫とか使えるしね。青とかね。そうという感じで、ちょっと自分でもどんな絵が仕上がるかわかんない中こんな感じになりました。いや、でもすげえ。まあでもちょっといつも自分ではやらないカラフルさになったなとめちゃめちゃカラフルで思います。じゃあ次、初心者の S 君が119色使うとこうなります。ランと感じですね、私の絵は。いくつの人が描いた絵は年長さんぐらいの絵かな。ちょっと動物を説明してくれる？いや、まあ、ほぼほぼなんとなくみんなが分かる範囲で分かってくれればって感じかな。で、誰も一つも分かんないから、分かる範囲で分かる。一つぐらい分かるでしょ。だってこれさ、みんな何か分かる？それ、カピバラ。ありえんだろいや、俺資料を見なかったからね。俺のやっぱ記憶のみで書いてる。この下みんな何か分かる？羊。羊こんな顔してない。ちなみにその横ペンギンだからね、これ。これ分かるね、ペンギン宇宙人じゃん、宇宙人。これ何？それサイかな？あ、サイ？あ、横向き的な。やっぱ角があるっていうイメージ、サイはね。待って、これもしかしてイルカ？それイルカ。よく分かったよ。これね、これはクリオネじゃないから。クリオネ俺もよくわからんもん。クリオネだったのか。これ何バッタ？これね、なんだべな。これわかんない。カバかな？あ、カバ？あ、これ口がある。これが口か。多分。なるほど、マジで。逆に言えばさ、本当に119色使ったっていう。いや、使っただろ。見ろよ、このカラフルさ。なんか10色で描いたと言われればそんな気もする。確かにね。そんな感じするわ。するよね。まあ、エス君も本当は考えるままに描いたらね。俺はもうその、使える色だけで描いてた。この辺で出しよかったのにね。
ちょっとやっぱ疲れてきたんだよね。わかる。もう後半さ、疲れて、わけわかんなくなるよ、ね。疲れてんだと思う。はい。ということで、今回は119色使って色を変えたらどんな絵描けるのか比較してみた企画でした。面白かったよ。楽しかったね。無心になりました。久しぶりに色鉛筆使ってたし。ただこれをやる人たちは、やっぱ事前にどんなペースで色が来るか把握しといた方がいい。やっぱ先にカラフル来すぎると。いやでもやっぱそういうの考えないで。逆になんか何が来るのかなっていう風に楽しんで書いてもらったらいいんじゃないかなと。まあ私はやっぱ色をちゃんとペース配分して理解してればもっといい絵が描けたんじゃないかなという心残りがありました。まあ絵が描ける人の。そう、なんかもうちょっと後半にカラフルな色があればっていう感じでした。俺はシンプルに何が来るかなっていう楽しみで、もう何も分からず描いてたから。色とか気にして描いたの？描いてない。ということでよかったらみんなね、年末年始家族とかと楽しい企画なのでやってみてください。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしんもとしんと。バイバーイ。キレキレやってください。